こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録をお願いします。愛知県警捜査3課は高級車ベルファイアを盗んだ容疑で与那城翔平容疑者34と船戸弘樹容疑者27の2人を逮捕しました。容疑者らは2月22日から23日にかけて名古屋市中村区の駐車場からベルファイア1台を盗んだとされています。また同じく愛知県警は昨年10月に名古屋市緑区で盗まれたベルファイアに積まれていたゴルフクラブ3本を売却したとして19歳の男性を盗品の有償処分を仲介した容疑で逮捕しました。警察はこれらの容疑者を含む窃盗グループが転売目的で犯行に関与しているとみて調査を進めています。最近では愛知県内でトヨタ車を狙った盗難事件が相次いでおり、被害総額は約4億2500万円に上ると報じられています。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。ネットで簡単に手に入る盗難用というかセキュリティ解除機械は購入時に身元を証明してとか解体できないぐらいの GPS とかワンタイムパスワードを送ってもらえないと使えないとかで後からでも追跡できる様にしないとなくならないと思うよ。簡単に手に入れたいなら盗めばいいと安易なバカがいかがに多いかということだ。私も2台取られました。そして学習しました。人気がない車は目もくれません。盗難とは無縁だということが理解しましたからね。ゴリゴリに対策するかもしくは人気のない車にするかが究極のリスク回避かもね。防犯意識が低いことが問題だと思うけど、それよりも日本の刑罰は低すぎる。いつもアメリカではっていう人権派の弁護士さんや市民団体は刑罰を厳しくしようとすると金切り声を上げて反対する。アメリカみたいに3ストライク法にしようよ。窃盗犯でも3回逮捕されたら懲役20年くらいにしても良いじゃないか。日本の法律は善意無過失な国民に厳しく、犯罪者に甘い法律。その法律を変えようとしないのは自称人権派の日弁連や市民団体。こいつらは善意無過失で平穏に生活している国民を向いて発言なんてしていない。犯罪者や日本を破壊するやつらの肩を向いて発言しているんだよ。トヨタ車の鍵はかけていてもかけてないのと同じという認識が必要。トヨタもユピテルと提携してオプションに盗難困難なセキュリティシステムをつけてほしい。高級車はユピテルの最高モデルが必須だ。40万から50万円する。盗まれることを考えれば安い。車両窃盗の罪が軽いからね。数年もしないで刑務所から出てくるんでしょ。それじゃねえ、大したことないと減るわけないわ。車両窃盗に限らず今の刑罰を無条件で2倍とか3倍にした方がいいんじゃないですか？本当に日本の刑罰は軽すぎると感じてます。簡単に盗まれる高級車。これって笑うところ？高級車だったら盗難防止にも金をかけてくれよ。例えば定期的にパスコードを入力しないとエンジンがかかられないようにするとかいろいろあるだろう。なんだよ、アンテナを使えば電波が車に届いて解錠できるって。それって鍵の役目を果たしてないだろう。トヨタレクサス社はコストをかけて盗難技術を開発しても焼却できるため次々と盗難技術が開発されます。通称ゲームボーイと呼ばれる CAN インベーダーは海外ネット通販で500万円ほどで販売されています。高価なゲームボーイが何台も売れるのがトヨタレクサス社です。トヨタレクサスが提供するデジタルキースマホロックは月額550円かかりますが CAN インベーダーでは解除できません。スマホロックは盗難の本場中国では当たり前の装備で論理上スーパーコンピュータ富岳を使っても鍵の解除には2億年かかります。通常の鍵は車側の車載コンピュータだけで演算しているだけなのでアルゴリズムさえ分かればゲームボーイで解除ができてしまいます。スマホロックは車載コンピュータとスマホの両方で演算するので解除の難しさが桁違いになるのです。トヨタ車を購入検討している人はデジタルキーの加入をおすすめします。これだけ盗まれてもベルファイアやランクルレクサス買う人、これだけ盗まれても買えないメーカー、窃盗団からしたらごちそうさま状態だな。昔学者がテレビで言ってたが人類が最初に見つけた仕事は盗みだそうな。そのつもりで生きないとやられる。テレビでも勧めていたが最低でも社外品セキュリティはつけるべきだな。高い車買えてるのだからそのくらいの出費はできるでしょ。 CAN インベーダーの次はゲームボーイでしたっけ？5からの力いろいろ悪いことを考えますね。
ゲームボーイは500万円らしいけど、高い車を盗むと数台で元が取れるので笑いが止まらないのでしょう。こういう人は心情的に二度と車が盗めない物理的方法で罪を償わせるしかないのでしょう。あれがなければ二度とできないので、あれってなーに ?4 億円もの被害額があっても、100円の万引きと同じ窃盗罪、10年以下の懲役または50万円以下の罰金。10年服役することはほとんどなく、数年ではないでしょうか。おまけに被害額はない袖は触れぬで、民事でも無視してしまえば、このような状態では減ることないですよね。支持率が地に落ちている岸田総理。今支持率を上げたい野党の皆さん。車両の盗難は1台当たり懲役1年とか、盗難の損害額100万当たり懲役1年とか、刑法の厳罰化を公約にすれば、多くの人が支持すると思いますよ。まだ車も走ってない明治40年に制定した刑法をずるずると使うのではなく、現代に合った法律に変えることで、防げる犯罪、泣き寝入りする被害者を減らすことができると思います。窃盗者を減らすには警察と民間企業がタッグ組めば随分と減ると思う。給油する場合ナンバー紹介して窃盗者もしくは偽造ナンバーの場合は給油できないようにする。同様にコインパーキングも踏切板が降りないとかで随分減ると思う。警察は窃盗団捕まえて得意顔か？こんなんばっかだろ。罪が軽いからだろ。車盗まれた人の気持ち、ちったー理解しなよ。捜査もろくにしないし、偶然捕まった犯人の情報すら教えない。目の前の取調室にいるのに何らかの新聞に出ると思いますと。わ、なんだそれ、でしたよ。いい加減、自動車窃盗の罪を見直さないと。なくならないですよ。いずれ、犯人と勝ち合った所有者との間での傷害やそれ以上のことになりますよ。毎度毎度胸くそ悪いことが起きてから対処するなんて遅いんだよ。起こらなくするために何をするかでしょ。しっかりやってください。教えてほしいんですけど、被害が出続けて捜査して捕まるんだか捕まらないんだかやるより、自動車窃盗罪の銃栄えるのって難しいですかね。刑罰が軽すぎるからこういった犯罪はなくならない。もっと考えられないような厳罰化にすべきだと思う。もちろん騙されて誘われた人も同罪で、ただし犯行直前で自首すれば軽い罰みたいにするとか、真面目に働いて購入している人たちが泣きを見るとか理解ができないですね。日本って窃盗に関して刑罰軽すぎるよ。最低5年は服役させなきゃダメ。執行猶予とかいう被害者からしたら全く理解できない仕組みをなくしてほしい。初犯なら高確率で執行猶予がつくとか全く理解できない。日本の法は盗人をそんなに守りたいのか？人気のある車は自宅の車庫でもシャッターがないと狙われてしまう。嫌な時代ですね。コメントしてる方がいますが、あえてダサい車に乗るのもありかもと思いますが、それも寂しいな。アルファード、ベルファイア、ランクル、ほんまよくパクられる。友人が自分の新型ランクルを取ろうとしていた犯行中の犯人たまたま見つけ、大声で怒鳴ったんだけど、バールみたいのものを持って向かってきたらしい。途中、仲間に制止されて車に乗り込んで逃げたみたいだけど、怖すぎる。下手に騒ぐと殺されかねないよ。世界のトヨタって言われてるのにこんなに簡単に盗まれる車を販売しないでください。車両保険入ってる方はそれで補われるわけですが、保険を使っていない方々にも平等で値上がりしてるんですよ。トヨタの技術があればもう少し対策ができるはずです。とにかく軽トラに乗ってる何十年も無事故のおっちゃんの保険も上がるんですよ。保険会社ももうちょっとトヨタに言えばいい。自分のとこの腹は痛まないからほったらかしか。今日のサンジャポでやってたけど、ゲームボーイっていうキーをコピーしちゃう機器、ロシアでネット通販してるってやってたな。こんなの使われたら自宅だろうと出先だろうと簡単に盗まれちゃうわ。与那城と地元で同級生でしたが、転校してきた中学時代からブレており暴走族を作ったりなど豊明では少し有名でした。私が地元を離れしばらく経ちますが、報道を見てやっぱりかといった印象です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。